はい、こんにちは。山下夏美です。7月6日日曜日夕方、平塚ビーチパークのテトラ東で、この日は夕方練習してきました。で、今回ね、かなりフロントがマシンウェーブで波が良くてですね、何本もいいの決まってるんで、ちょっとフロントサイドの乗り方とかも解説しながらね、喋っていこうかなと思います。で、距離的にもね、近めのやつもあるし、アウトのやつもあったりとか。で、フロントも流しだけじゃなくて、ちゃんとリッピングとかであったり、トリックとかもまでやってるんでね。ぜひ最後までご視聴いただければいいなと思ってます。で、今回フロントメインの動画となるんですけど、たまにこうやってバックサイドも来たりするんで、ちょっとその時はバックサイドも喋りたいなと思ってます。これいい流しだね。テール踏んですぐグラブして流す体勢になってます。で、あとね、これフロントとかで実際狙いたいけど、これは逆にラップ側で切り返しましたね。縦に入るか横に入るかの差ですね。バックサイド、フロントサイドの差は。で、フロントサイドのね、まず基本なんですけど、フロントサイドはバックサイド以上に縦に入ったら、まず回せないんで、こういう風に絶対斜めに入ることは意識した方がいいかなと思います。もう真横から走っていくぐらいでちょうどいいと思います。さあ、この矢高いね。ちゃんと踏み切れてる。で、これとかね、ちょっと先行き過ぎちゃったから切り返してバックサイド行くんですけど、もう少しスープの手前側、ちゃんとリップに行けてたら、フロントラップ側に回してたかなと思います。で、こういう風にブレークが速い流し波はフローターに乗ったりとか、そういう見極めもしながら走っていきます。で、基本、それって横から走ってれば、基本判断できるんで、フロントのブレーキが速いとか。このラインは必ず意識していただければいいかなと思います。あとはフロントサイドの時にですね、僕がよくフロントの時に少し喋ることなんですけど、肩がですね、波側に残っちゃってるって言えばいいのかな。そう、進行方向に肩が向いてない時があるんで、肩は必ず目線と一緒、自分の行きたい方向に向けてあげることが重要ですよ。これはね、バックサイド以上にそうですね。そこを意識していただけると、このターンのメイク率っていうのがね、すごい上がるんじゃないかなと思います。フロントサイドで。このラインで、肩と目線を先に動かす。で、これ多少パンプして前出たけど、これいい感じだね。で、これはね、逆にラップ側に開いてきてくれたから、もう目線と肩を最初にもうラップ方向まで持ってってる感じです。フロントはとにかく、かかと側にね、重心を動かしてターンするので、実はバックサイド以上にバランス感覚がつかみにくくて難しいと思うんで、そのターンの感覚は、ちゃんと目線と肩の動きで、持ってってあげることを意識していただけるといいのかなと思います。これいいね、いいライン。この先端に合わせて流す感じね。かなりいい感じです。逆にこれインサイドまで来たやつをちょっとエアー気味に飛んでみたりする感じですね。さあ、これはやや早めにアウト出て、アウトで当てる。だからこれもったいないね。先ほど言った通り、ちょっとかかと側に乗りすぎちゃいましたね、今のは。これベストポジション。インサイドはまず逃さないですね、こういうのは。合わせやすいんで。さあ、ウォーター気味に落としてちょっとアウト。ベストポジション。ちょっとこれ刺さっちゃったね。もったいないね。ターン後。そうでね、こういう風にね、もう最初から今みたいにブレイクしてるやつ、今かなりいい感じに流しましたけど、そういうやつはですね、スープに当てた方がメイク率高いと思います。逆にやっぱり、先ほどからちょっと刺さってたりしてた、ちょっと早めに出る、まだ巻いてないところで合わせるのは、かなりレールワークが必要になるんで、これとかもそうですね。ちょっとレールワークが必要になるんで、やや上級者向けな合わせ方ですね、これは。
最初のうちはね、必ずスープに当てて、こういう感じで、前に出るスタイルが一番いいかなと思います。メイク率もあるし、スピード感も出るんで。これいいね。そうすると、こういう風にトリックまで行く余裕が生まれるんで。引きつけすぎたなと思った時は、今みたいな、ちょっとややスプレーを出してあげる。っていうのも一つのやり方かなと思います。さあ、これね、いいね。本当はスープレー当てたかったけど、前出過ぎちゃったから。いいポジションでしたね。モンキークロールで、ちょっと速い波に合わせる。ドンピシャですね。ナイスコンプリート。サンドの時はね、こういう風なスープに当てることが多いですね。基本的には。これいいね。ややフローター気味に乗って。この日がね、そう、フィッシュのこのニューボードを出して、そのフィールも確かめてながら乗ってた感じなんですけど、この流し波にすごいフィッシュの板が向いてたんで、かなりいい感じに乗れてます。なのでね、インパクトあるスプレーターンよりは、どっちかっていうと、波的にも板的にもね、流すことを意識してやってた感じですね。こういう風に、スープでも、ちょっとスムースなターンを意識して、合わせていく感じをメインとします。さあ、これいいね。一瞬軽く軌道修正して、ターン。で、たまに来るこのバックサイド。これもったいないね。かなりいい感じにちょっといろいろ試しながらやってるんですけど、テールの踏む位置とかもちょっと意識しながらやれるといいですね。フロントサイドの時はね、このさっき横に走るっていう風に喋ったんですけど、サイドウェイの状態で入ることができるんで、そんなシフトを後ろ足を下げない。でも、ドンピシャの位置に入れれば、そのまま波のパワーというかうねりに乗って流せることがあるんですよね。ただこういう風にラップ側に切り返したりとかスプレーを出す場合っていうのには、もう確実に後ろを下げないとできないことがあるんで、後ろ足にね、下げる。後ろ足を下げるに越したことはないかなと思います。スプレー出したりもできるし。その場の対応力があんなやっぱり下げた方がいいんで、フロントサイドでもしっかり後ろ足を下げることが重要です。たださっきみたいに流し波の時にドンピシャの位置に入れれば、そんなシフトしなくても流せるっていう例外があるってだけで。まあ、その条件としては、ちゃんと横から入るってことと、ちゃんとレールワークを持ってる人。これとかそうシフトしないでそのまま当てて、ちょっとポジション悪かったからこれちゃんと流せなかったけど。そう、ああいうラインが取れたりします。いいね。いや、高い。これナイス軌道修正だね。前出過ぎたかなと思って軌道修正して、最後3ショービットでコンプリート。ハイクオリティ。逆にこれは、サイドウェイ中に、ハーフスピンしてスイッチ入れたんですね。これ難易度高いね。これもベストに近いかな。いろんな、ちょっとトリックであったりとか、合わせ方を意識しながら、やっていく。これもいいね。で、バックサイドでも軌道修正。フロントで流してたラインを今度バックサイドのラップ側で流す。っていうのもちょっとチャレンジしてるけど、基本はやっぱこのフロントね。さあ、この軌道修正。つま先に乗せてから、ターンして最後スピナーコンプリート。さあ、こんな感じでね、かなり、いい感じに何本も乗れた夕方となりました。フロントサイドの合わせとしてね、かなり、波見るだけでも今回はね、かなり参考になるかなと思うんで、ぜひご視聴、何回もよろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。今回の動画良ければ、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。